バリ島観光の中心ウブドと周辺を2泊3日で駆け足観光。入場料など詳しい情報はもちろん、日本から予約できる1日1万円しないお得なガイド付きのカーチャーターやウブド周辺のグラブ情報、空港への行き方などを紹介します。また動画の最後にはバリ島全体で行ってよかった場所、行かなくてもよかった場所もお話しします。これからバリ島観光を考えている人の参考にきっとなるはず。ぜひ最後までご覧ください。またこちらのチャンネルでは実際に訪れた場所の詳しい行き方や料金、宿泊したホテルやお店の情報、旅先での失敗談も積極的に発信しています。旅行好きの人はチャンネル登録をぜひお願いします。日中レンボンガン島でマングローブやシュノーケリングを楽しんだ後、その日のうちにバリ島観光の中心地ウブドに移動。夕方過ぎの渋滞もあり、移動は片道約1時間2800円ほどでした。ウブドで宿泊したホテルはこちら、アランパンクンホームステイ。宿泊のみ1泊4400円のお部屋。冷蔵庫はありませんがエアコンは完備。ウブドの中心地まで500メートルほどと街中にあるホテルですが、窓の外はプチジャングルビューで少しだけウブドのリゾート感もあります。水回りはこちら、必要最低限は揃っています。なおシャワーカーテンがないので床はびしょびしょになります。フロントからもわかる通り大きなホテルではありませんが、立地や値段で選ぶならありなホテルだと思います。バリ島といえば海や山に寺院など様々な見どころがありますが、ユネスコの無形文化遺産に登録されているバリ舞踊もその一つ。ということで見に行ってみましょう。場所はこちら、ウブドの中心ウブド王宮。基本毎日公演、チケットは1人10万インドネシアルピア。事前の予約はせず当日のチケット購入で入れます。19時半開演なのですが、私たちが訪れたのはその20分前。舞台が見やすい席はすでに埋まっていました。舞台を側面から見る席が空いていたのでここに座りましょう。良い席で見たい人はもっと早い時間に訪れることをお勧めします。19時33分頃、ついに開演。ガムランの生演奏が心地よいです。しばらくすると左右からダンサーさんが登場。衣装や装飾品も綺麗です。ガムランの生演奏に伝統舞踊たっぷり1時間堪能できました。皆様もバリ島に訪れたら鑑賞してみてはいかがでしょうか。ウブド初日の夕飯はこちら、メイメルワルンへ。ウブド王宮からは300メートルほどの場所にあります。ビールは 3.5 万インドネシアルピア、パパイヤジュースは2万インドネシアルピア、ナシゴレンは5万インドネシアルピア、ミーゴレンは 4.5 万インドネシアルピアでした。料理は少し濃いめの味付け。シュノーケリングで疲れた体にはちょうど良いお味でした。早朝7時起床。コンビニのパンで簡単に朝食を済ませ、8時頃お願いしていたツアータクシーと合流しました。バリ島は実は結構大きな島。山口県や茨城県と同じくらいの広さがあります。ですが電車は通っておらず、さらには観光地もそれぞれ距離があります。ということでこれから観光地に行くためツアータクシーをお願いしたわけです。なお私たちはバリサヤツアーさんでツアータクシーをチャーター。日本語ガイド込みで12時間9000円ととてもお得に観光できました。出発は8時5分、そしてブサキ寺院の駐車場到着が9時35分ということで、ウブドからブサキまで1時間半かかりました。なお駐車場の料金は1万インドネシアルピア、こちらは別途お支払いしました。駐車場を出たらまずはチケットを買います。入場料は1人9万インドネシアルピア。これには腰巻きのレンタル代も含まれていました。駐車場やチケットセンターからブサキ寺院まではまだ結構距離があります。
そのため寺院近くまで無料のカートで移動しました。よく街を走っているとチェック柄の、はい、それもあります。意味ですよ。はい、はい、それはですね、ヒンズー教は、はい、悪い神様と良い神様のことは、なんてバリヒンドゥーのことを教えてもらっていると、バリ島の最高峰でありバリヒンドゥーの聖地でもあるアグン山が見えてきました。ブサキ寺院はバリヒンドゥーの総本山。そこでバリヒンドゥーの考え方や文化を教えてもらえるなんて贅沢。夫も興奮気味です。悪いこともあっていいこともある。こうやっていろいろ教えてもらえるのもツアータクシーの良い点だと思いました。澄んだ空気にアグン山とブサキ寺院の割れ門。神聖だけど重苦しさは一切ない、心地よい空気が流れます。映画のワンシーンのようじゃないですか。まだ午前中ということもあり、朝霧が良い雰囲気を醸し出していました。まだまだここはブサキ寺院の入り口。動画編集をしている今もワクワクしながら見返しています。ブサキ寺院はウブドからも遠いことから行かない人も多いんですよね。ですが実際に行ってみた私たちからすると、バリ島まで来てブサキ寺院に行かないなんて本当にもったいないですよと強く言いたいです。それくらいこの空気感はとても素敵でした。これ今登っても大丈夫なんですか？登ってはでもね、上まで行かないですね。上がりきらないことを条件に途中まで階段を登っても良いようです、ということで行ってみましょう。割れ門の脇からなら登っても良いようです。さらに奥に行ってみましょう。奥は何やら区画で分けられています。こちらガイドさん曰くカーストによりお参りする区画が分けられているようです。私たちはバリヒンドゥー教徒ではないので当然どの区画にも入れません。ちなみにこの塔はどういう意味があるんですか？この建物の。はい。パゴダ。パゴダ。そうか、パゴダなんですね。仏塔ですね。パゴダ。はい。夜も開いてるんですか？街灯があるんですけど、夜は開いてるが観光には入れない。これお祭りの時ですね。バリ島の新年ニュピになるとバリ島全土から人が来るそうです。そのため街灯が用意されているようでした。11時10分、ブサキ寺院観光が終了。およそ1時間半ほどの観光でした。次の目的地テガラランライステラスに到着ですが、お腹もペコペコ。観光前にランチをいただきます。お店はこちらキャラクテラスワルン。ライステラスを見ながらランチが食べられる素敵なお店です。お店には日本語のメニューがありました。眺望に対してお値段控えめなのは嬉しい限りです。ご飯ができるまで景色を楽しみます。ちょうど収穫後だったようで最悪のタイミングでしたが、それでも綺麗だからすごいです。注文したのはナシチャンプル。ライスを中央にし、周りを複数のおかずが取り囲むインドネシアの欲張りプレート。結構辛めでスパイシーなお味。お値段はサービス料込みで13万2000インドネシアルピアでした。ちなみにお店の下には培養のブランコもありました。ただ稲穂がないとやっぱり寂しいものですね。シャワーカーテンが欲しい。ランチをいただいたお店から車で数分、テガラランライステラスの入り口に向かいます。こちらがチケット売り場。入場料は1人 2.5 万インドネシアルピアでした。到着しました。バリ島屈指の映えスポットテガラランライステラス。一部エリアは稲を植えているようで小さいながらも緑の方が揺れています。左右のコントラストがすごいです。ちなみにライステラスにはベストシーズンはないようです。というのもバリ島は一年中稲作ができるため、季節に関係なく実ったら収穫し、そして植えるを繰り返すそうです。そのため何月がおすすめとは言えないらしいです。で、あのブランコすごくないですか？安全なのでしょうが絶対乗りたくないです。ちなみに帰りに調べてみたらシングル20万インドネシアルピア、2人乗りは40万インドネシアルピアでした。観光地しているテガラランライステラスですが、階段はかなり急です。
奥に行くと道がぬかるみになってもいました。気をつけて進みましょう。ジップライン、こっちの方がブランコより安全そう。険しい道もあり、ちょっとした冒険気分。入り口とは反対側のテラス上段を目指しているのですが、奥に進むほど他の観光客とすれ違わなくなってきました。進むほどに息も切れてきます。テガラランライステラスは映えスポットということで、簡単に反対側まで行けるだろうと正直甘く見てました。無事に反対側まで到着。大きな段差があったり、木の根っこを越えたりと、想像以上に大変な道のりでした。雨が降っていたりしたら棚田の奥に行くのはかなり危険だと思います。またビーチサンダルとかで来るのも危険です。トレッキング好きな人にはおすすめですが、体力に自信がなければ入り口側だけでやめておきましょう。映えスポットもグッドですが、それ以外もとても素敵です。ウブドからだとタクシーで20分ほど。プサキ寺院同様、ウブドに来たらここにも訪れてみることをおすすめします。ちなみに奥まで行ったりとかなり散策しましたが、それでも観光の所要時間は1時間ほどでした。これから向かうのはタマンアユン寺院。バリ島でも屈指の美しさを誇ると言われる寺院です。ガイドさん曰く、オランダが侵略した際もここは美しかったため取り壊さず、自分たちの拠点にしたそう。実際に目にするのが楽しみです。タマンは公園、アユンは美しいという意味だそうです。ですのでタマンアユン寺院は美しい公園寺院ということですね。入り口からしてとても綺麗。ここでチケットを買います。入場料は1人3万インドネシアルピアでした。プサキ寺院同様、ハーフパンツなどの場合はこのように腰に巻物を巻いて入ります。ちなみにこちらのレンタル代は先ほどの入場料に含まれていました。突然ですが、バリ島には統計の風習があります。鳥を戦わせる統計です。祭事の際の生贄にするために行われるそう。そのためタマンアユン寺院のような大きな寺院にも統計場があるのです。ちなみにバリ島ではタコ揚げと匹敵するくらい統計も娯楽として普及しているそうです。プサキ寺院同様、この中には入れません。ちなみに流れている音楽は近所の人のカラオケだそうです。ガイドブックでよく見るアングルです。16時頃の観光だったため逆光ですね。逆光でかっこいいよ。かっこよくはあるものの、午前か午後の方がいいかもです。寺院の前景がこちら。ちなみにタマンアユン寺院の観光所要時間は45分ほどでした。本日最後の目的地タナロット寺院。2名分の入場料と駐車場代で合計 12.5 万インドネシアルピアでした。駐車場からタナロット寺院を目指します。こちらがタナロット寺院。タナは岩、ロットは離れているという意味で、満潮時は海に浮かんでいるようになります。私たちも近くまで行きましょう。ここも他の寺院同様、中には入れません。ですが麓の波と夕日のコントラストは綺麗でした。さて、タナロット寺院の近くにはもう一つ寺院があります。それがこちら、バツボロン寺院。バリ島は世界三大夕日鑑賞の一つにも数えられますが、この絵は特に有名ですよね。日の入りまで時間があるので近くまで行ってみましょう。こちらも寺院の奥までは行けませんが、綺麗な夕日が鑑賞できます。ただ見るなら寺院越しの夕日がいいかなと、先ほど行った場所まで移動。ちなみに皆さん考えることは同じなのか、夕日鑑賞の場所取り合戦になります。良い場所を確保したい場合は早めに押さえておいた方が良いです。完全に日が沈みました。そしてびっくりしたのですが、それと同時に大量のコウモリが、巣穴から出てご飯を食べに行くのでしょう。帯になるような群れを見たのは初めてだったので、個人的にはかなり衝撃でした。
日没後のマジックアワー、もう少し粘りたかったのですが、タクシーの時間もあるので戻りましょう。夕飯にしましょう。この日訪れたのはこちらのお店。ウブドのメインストリートから一本曲がった場所にあります。こちらのナシチャンプルが 4.5 万インドネシアルピア、こちらの米の麺が 3.8 万インドネシアルピア。店員さんの雰囲気も良く、手数料 3% 上乗せですがクレジットカードも使えたので良かったです。夕飯後は両替を済ませ、デザートにジェラードを食べ、水が張られていない水の王宮を見学し、ホテルに戻りました。この日はウブド最終日。夕方には次の目的地ジョグジャカルタへ移動。そのため半日だけウブド周辺を観光します。まず最初に向かったのがこちら WYAH アート&クリエイティブスペース。ウブドの中心からは4キロほどと少し距離があります。歩けないこともないですが観光時間にも限りがあります。ということで今回私たちはグラブを使いました。ちなみにネットで調べるとウブドではグラブが使えないといった情報も出てきます。タクシー運転手とグラブの人が揉めるのだとか。それは事前に調べていたのでさすがに街の中心では使えませんでしたが、私たちが訪れた2023年時点ではこのように問題なく使えました。ウブドでグラブが使えるか不安だった人も安心して使ってください。話を WYAH アート&クリエイティブスペースに戻しましょう。こちらカフェなのですが、その名の通りかなりアーティスティックなお店です。木々に囲まれたカフェ、なかなか絵になります。注文したのはコーヒーとモーニングセット。2人分で 18.5 万インドネシアルピアと少しお高めですが、この場所代もあるので妥当でしょう。天井もアーティスティック。そしてやってきたコーヒーがこちら。コーヒーの蒸気で綿あめを溶かしてお砂糖を入れる絵になるコーヒー。絵にはなりますが、綿あめが風に吹かれて大変なことに。モーニングプレート美味しかったです。ちなみに先ほどからちょいちょい車の音が入っていますが、そこそこ交通量のある道に面しているからとなります。雰囲気のある素敵なカフェである一方、騒音でその雰囲気が壊されていたのは少し残念でした。ただウブドから近く絵的にも素敵な場所、私たちは行けてよかったなと思っています。続いて訪れたのはこちらゴアガジャ。ウブドから一番近い遺跡です。こちらがチケット売り場で、こちらがチケット。入場料は1人5万インドネシアルピアでした。ここも神聖な場所ということで、ハーフパンツなどの場合は入り口で腰巻きを巻いてもらいます。ちなみに長ズボン履いてる人は長いスカーフじゃなくて腰にリボンだけで済みました。これは入場料に含まれてます。短パンだと長いの。ゴアガジョといえばこの大きな口。中はこのようになっていました。ちょっとしたトレッキング気分。ある程度奥まで行って引き返しても散策に1時間もかかりません。ゴアガジャに訪れたら遺跡エリア以外も歩いてみることをお勧めします。41,500インドネシアルピアでウブドの中心地へ帰還。ウブド初日の夜にバリ舞踊を見たウブド王宮に行ってみました。ちなみに日中は入場無料で入れます。王宮ですので昔は王様が住んでいましただけでなく、実は今も王族の子孫の方が住んでいます。そのため一部入れないエリアがありました。20分もせずにサクッと見て回れます。ウブドに来たなら夜も昼も王宮に訪れてみましょう。なお王宮前には大きなバザールがあります。お土産も充実。時間があれば入ってみましょう。お腹も空いてきたのでランチにしましょう。向かったのはこちらワルンビアビア。2日間夕飯でチャレンジしたのですが行列で入れなかった人気店です。お昼時は皆さんウブド中心地を離れるのか特に待たされずに入れました。嬉しいことに日本語のメニューもあります。ミーゴレンとビーフンゴレンを注文。それぞれ 2.6 万インドネシアルピアと
とてもリーズナブル。具材は桜エビと野菜だけとシンプル。具沢山のものが食べたいという人以外はおすすめです。ちなみにお店の前にあるこれは悪魔へのお供え物。バリ島のお店ではよく見るものです。入店時は踏まないように気をつけましょう。しゃがむ向きに注意。次の目的地ジョグジャカルタへ行くためクラブで空港に移動します。海に架かるハイウェイを爆走。ウブドからは片道1時間半、35万インドネシアルピアでングラライ国際空港に行けました。今回はジャカルタを拠点にする LCC ライオンエアで移動します。このライオンエア、ネットで調べると持ち込み荷物がかなり厳しいようです。私たちはこちらのバックパックで問題なく機内持ち込みにできましたが、ライオンエアを使う際は最新の情報を調べた方が良さそうです。ゲート5からのはずが突然のゲートチェンジでみんな大移動します。16時10分発の予定が遅れに遅れ、17時30分のフライトに。この時は不満たらたらでしたが、後に使うジョグジャ・ジャカルタ間はもっと遅延することに。こうやって振り返ると1時間20分の遅延が可愛く思えるほどの遅延に巻き込まれましたが、それはまた別の動画でお話ししたいと思います。寒いね。何はともあれジョグジャカルタに到着。ここから2泊3日でジョグジャ周辺を観光するのでした。ここまでの内容はいかがだったでしょうか。さて前回までの動画と合わせて3泊4日でウブドを含むバリ島を観光したのですが、最後に個人的に行ってよかった場所、行かなくてもよかった場所をお伝えします。まず行ってよかった場所ですが、クタビーチ、レンボンガン島、プサキ寺院、テガラランライステラスとなります。そして行かなくてもよかった場所ですが、タマンアユン寺院、タナロット寺院です。ちなみにその理由ですが、それら2つが特別悪かったわけではなく、周辺に他の観光地がなかったというのもあると思います。行くのに時間がかかる割に観光できる場所が1カ所しかないので、すぐにまた長距離移動となるのが時間的にもったいないと感じました。なお、ブサキ寺院も同じく周辺に他観光地はないのですが、ここは空気感などが別格だったため行ってよかったとしました。繰り返しになりますが、お伝えした内容はあくまで個人の感想となります。また時期や時間帯によってその感想も変わったかもしれません。ということは前提となりますが、この情報がこれからバリ島観光を計画している皆様のお役に立てたなら幸いです。またとても励みになりますので、もしよろしければチャンネル登録やグッドボタンをぜひお願いします。以上、最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。